化の話をずっとしてきましたけれども、人間の細やかさっていうことにおいて日本人の作るお弁当がね、最近は非常に世界的にブームになってると。でちょっと日本人の所得が下がってきたので、お弁当を持ってくる人も増えてきたと。でそのお弁当を作る奥様の仕事は増えてるんだけども、でもやっぱり一生懸命お弁当を手作り弁当を作っていくと。でこのアメリカとかヨーロッパにね行ってびっくりしたのは、お昼ご飯に、夏休みだったかな、自分の子供をサマースクールに入れたんですね。そしたらみんな持ってくるのがジャムサンドをビニール袋に入れて持ってきたみたいなね。ほんであとリンゴ1個だったみたいなね。何それみたいな。お母さん何やってるのってびっくりだわみたいなね。そういう風なのを見てびっくりしたんですけど、ヨーロッパなんかだったら健康のためにおやつはパプリカを切ったものをこう持ってきて子供がかじってるとかね、そういうのもありましたけど、いずれにしても日本人の作るお弁当はお懐石料理とかおせち料理の中のお重箱に詰めた伝統の延長上に弁当箱があるんですね。ですから大体彩りをきれいにする。彩りっていうのは5色ですね。赤とか黄色とか白とか緑とか黒とか、そういうふうな彩りを、まず一つのお弁当箱に詰め合わせる。それから味も薄いものから濃いものまで、甘いものから酸っぱいものからちょっとカリカリしたものから油っ気のあるものから、そのいろいろ組み合わせると。でご飯の部分も白いご飯だけじゃなくて、できれば日によってその炊き込みご飯にしてみたりチャーハンにしてみたりですね、いろいろ変えて変化をつける。だから大変その紙に書いてね、どういうものを作るか紙に書いておかないと忘れてしまうぐらいお弁当に使うお魚やお肉、野菜類、それから汁が出ないようにしなきゃいけないので、いわゆる汁の出やすいものは弁当の素材から外さなきゃいけないというのもあるんですけど、いろんな面で工夫している日本のお母さんってすごいなって思うんですよね。ところが最近ね、この間ちょっとヘアカットに行ったらそこの店主さんが、ハサミがすごい上手い人だったんですけど、サスンカットかなんかものすごいめちゃくちゃうまくて、で弁当の話になったら、実は僕弁当マニアで弁当を作ってるんですよって。何作ってるのって言ったら、もう夜中の2時に起きてですねって、子供が、運動会とか遠足とかの日にはものすごいの作っちゃって、今はそれを写メ撮ってネット上にアップするんですよと、何百人も見に来るんですよとか言うんですね。っつってね。でどうやって作るのって言ったら、もうそれはね、ドラえもんの弁当を作ったり、ドラえもんの色をですね、それぞれこうドラえもんの形で描くでしょ。その中にちゃんとこういろんな色を混ぜて、ちゃんと弁当の素材も入れて栄養も考えて、でやるんですよって。で最後はね、もう線のところはね、もうすごいんですよって、糊でもって切るんですよね、カーブをねって。でそれをピンセットでやるんですよね。ピンセット使うのって。でそういうことをやるお父さんまで出てきて、でライバルは誰って言ったら、また有名人がいるんですよね、ネット上にみたいなね。でそういう人たちの作った弁当はさりげなくチェックしてるんですよみたいな。ここにもまた江戸時代のオタク、江戸時代のマニア、やっぱりこうネット時代になったから、それぞれが同じ趣味で同好会的なのがあって、弁当マニアっていうのはまた弁当マニアで寄り集まって一つのサークルを作りながら全国区で活躍してて、それが子どもの弁当だったりするんですね。そうすると子どもたちは、私はそこまでやらなくていいと思うんですけれども、やっぱりお弁当に託された親の愛情ということを、感じるんでしょうね。ただやっぱりやりすぎるのは時間かかるからいい加減にしなさいという気はあるけれども、でも何ていうのかな、そういうお弁当の中にいろんな愛情を込めて、こういろんな素材やいろんな味を盛り付けてあげるっていうのは日本人ならではの繊細さだと思います。でその箱詰め弁当の延長上に実は今のコンビニがあるんじゃないかと思うんですね。で、セブンイレブンなんかはアメリカにもありますけど、日本のセブンイレブンは果てしなく進化してるんですよ。でどういうことかというと、ちょうどお弁当箱みたいなんですね。ちょっとずついろんなものが置いてあって、すごく便利で買いやすくて、もう本当にデパート行かなくてもいい、スーパー行かなくてもいい、
でスーパーの売り上げが下がって、で逆にコンビニの売り上げが上がるという、そういう逆転現象になってるんですね。で生活する地域の中に必ず3店舗ぐらいはありますから、歩いてすぐに行ける。もちろん地方行っちゃったら車で行かないとダメかもしれないけども、それにしてももうあらゆるものがあるから、そこ行って、自分で探さなくて聞けばあそこにありますよって教えてくれるので、とっても便利です。で昔はね、コンビニ弁当っていうのはもう本当に独身で、残念ながら男の人が行くところの男が買う弁当でしょって思ってたんですね。そうしたら最近はもう何ていうのかな、ものすごくサラダも増えてきたりとか、ものすごくいいものも、素材のいいものも有機農法のものもいろいろ出てきたり、ダイエット用にスティック野菜のそのソース付きとかが売り出されたりとか、こういうのも新しいトレンドですが、さらに言うと、高齢者を対象にした商品を非常にだんだん取り揃えるようになって、これも弁当の中のいろんなもの置いてあるけど、弁当の進化と同じように進化してるんだなって。最近は2人暮らしとか1人暮らしのお年寄り増えてきたんですね。とスーパー行くと疲れちゃうわけです、歩いてる間にね。そうすると近場のコンビニに行って、そこで買ってくるもう一品お惣菜っていうのがね、お魚の煮物、例えば味噌煮とかね、それからアジのそういうちょっと味付いたものとか、生姜焼きのお肉だとかね、ものすごくいろんな種類があって、一品120円とか130円とかで買えるものが何十種類もあるんですね。でその中で真空パックを買ってくれば、結構、あとお味噌汁を作ってちょっと野菜を一品自分で、おひたしかなんか作れば全部食べられちゃうみたいなね。お魚の味噌煮なんてお魚屋のコーナー行っても1個だけ売ってくれないし、鮭のそういう焼いたのでもやっぱり1個だけ買いにくいところが、真空パックで1個入ってるととてもいろんなものを買いすぎてダメにするよりは安く作っているのがあるんでしょうけども、こういう見えないニードをきちっと取り上げて進化させる力っていうのは非常にそのデリカシーがあって日本人的なんですね。だからとても便利だし、とても便利を超えた、生活者の味方になってね、やってると。そういう意味ではアメリカなんかのものすごく膨大な量のものをバーッと並べて同じものばっかり売ってるっていうのと正反対ですね。でそこにおいては日本の方がある種すごくね優れている部分になってるのかなって。生活者の便利を図るっていう公共の福祉を表現するお店の展開で、そこが結局は売り上げを伸ばすと。だから今アメリカヨーロッパなんかで大手のスーパーだけがね世界中にネットを張って、そして売り上げを伸ばし、で結局誰の方向を向いてるんですかっていうと株主ですよね。だからお客さんの方には目線が半分で、半分以上の視点は株主の方を向いて、その人たちにいかにねたくさんその配当を上げるかっていうことばっかりに腐心してるから、日本に来ても上陸してくるんですけども流行らないから売り上げがどんどん下がっちゃってね、なんか撤退せざるを得ないのかなっていうのに近いところも出てますね。だから日本の細やかなその庶民の発想にちゃんと適応しないと日本ではビジネスがうまくいかないっていうのは一つの流れかなっていうふうに思えてきますね。